日本史新田忠常と北条時政。新田忠常と北条時政は伊豆の国で領地が隣接していたこともあり、源頼朝の挙兵以来共に手を携えて戦った御家人仲間であった。ところが時政は比企能員を暗殺した後に冷酷にも忠常を消し去るよう部下に命じた。新田忠常と北条時政の関係を詳しく見ていこう。新田忠常は伊豆の国田方郡新田郷で1167年任安2年に生まれた。源頼朝が挙兵するとまだ13歳の忠常は北条時政と共に参戦し、持ち前の腕力で数々の武功を挙げている。平家討伐の戦いでは西国にも赴き、奥州合戦では大活躍したため、頼朝から勘定を授かる名誉に属している。純朴で武勇に優れた忠常は頼朝に重用されたが、ある時忠常は大病を患い死線をさまよった。すると頼朝は自ら病床に見舞い、忠常を励ましたという。1193年建久4年、頼朝は嫡男頼家のお披露目も兼ねて富士の裾野で大規模な巻狩りを挙行した。忠常は武勇に関する数々のエピソードを残しているが、この巻狩りでも一頭の巨大なイノシシが突然頼朝に襲いかかった。すると側近として近くにいた忠常が飛びかかって片手でしがみつきながらもう片方の手の短剣でイノシシを見事に仕留めたという。またこの巻狩りでは日本三大仇討ちの一つに数えられる曽我兄弟の仇討ちが起こっている。しかしこの事件は最近の研究によれば仇討ちに見せかけた源頼朝の暗殺クーデターであったと言われている。曽我兄弟の弟曽我時宗の烏帽子親は北条時政であったため、時政は兄弟がこの巻狩りで仇を討つことは承知して黙認していたようだ。ところが頼朝を排して頼家を将軍にしようとする勢力、比企能員らと言われるが、その勢力が仇討ちに乗じて頼朝を暗殺しようと企んだ。忠常は兄弟が旧敵の工藤祐経を討ち果たしたにもかかわらず、頼朝の寝所に向かおうとしたため、兄の助成を誅殺し、頼朝は難を逃れることができた。1199年建久10年に頼朝が逝去すると、忠常は二代将軍頼家にも忠実に仕えて重用されている。頼家と忠常の不思議なエピソードとしてこんな話も残されている。頼家と忠常が富士の裾野で巻狩りをしていると、人穴と呼ばれる洞窟を発見した。頼家に刀を授けられ短剣を命じられた忠常は、5人の友を連れて松明の光を頼りに真っ暗な洞窟の奥へ奥へと進んだ。しかし突然に得体の知れない妖気に包まれ、友の者5人は死んだが、忠常は刀を投げつけて逃げたために命からがら脱出できたという。現代の科学の目をもってすれば、何か火山による毒ガスのようなものに遭遇した
と考えられるのである。当時の地元でその洞窟は千眼菩薩と名付けられ崇められて信仰の対象となっていたため、後に人々は頼家と忠経はたたりで早く死んだのだと噂し合ったという。それはともかく頼家にも重用された純朴で忠実な忠経は、頼家と若狭の局との間に男の子一万が生まれると乳母の一人に選ばれている。ところが時政にその腕力を買われ、比企能員の暗殺計画を持ちかけられたことから、忠経の人生は大きく狂い出すのである。時政は1203年建仁3年9月、比企能員を自宅へ呼び寄せて暗殺する。だがなぜ義和はのこのこと敵陣とも言える時政邸に友の者もあまり連れずに平服で出かけたのかというのが長年の謎であった。これも最近の研究で明らかとなってきたのだが、時政は義和がどうしても時政邸へ行かなければならない理由作りに周到な準備をしていたことが判明してきた。時政は病気になった将軍頼家の平癒祈願のために薬師如来像の供養で臨済宗の開祖栄西を招いていたことが分かってきた。そのため栄西という高僧が来臨する頼家のための病気平癒の法要に頼家の乳母である義和が欠席できないように仕組んだのである。さらに大江の広元に暗殺計画を漏らして味方にならなければ殺すぞと恫喝めいたことまでしている。広元は仕方なく時政に協力するが、北条政子のほか広元を叱責しているからと時政は義和を安心させているのである。比企家の者は反対したというが、このため義和は平服で、しかも友の者を外に待たせて一人で時政邸の門をくぐった。しかし二度と義和は生きてこの門から出てくることはなかった。吾妻鏡は比企能員暗殺の瞬間の様子を次のように記述している。比企能員が総門を入り、靴脱ぎに上がってお堂へ向かおうとした。その時、天野連携と新田忠経が左右の腕を取り、有無を言わせず、築山のふもとの竹やぶに引き倒して躊躇せずに義和を誅殺したと書かれている。新田忠経が比企能員の子宮を時政の前に差し出すと、時政はしっかりと子宮を確かめてうなずいたという。時政は間髪を入れずに義時に命じて、その日のうちに比企の屋敷を攻めさせ、比企一族を滅亡させた。女官と逃げた頼家の子1万も発見されて殺されている。わずかに回復した頼家は3日後にこのことを知ると怒り狂って和田義盛と新田忠経を呼び寄せて北条時政の討伐を命じた。だがすでに頼家に従う者は誰もいなかった。和田義盛はすぐさまこの事態を時政に伝えたが、忠経は黙して時政には報告しなかったという。するとその翌日、忠経は義和誅殺の恩賞を授けるからと時政邸に呼び出された。
夜半になっても帰ってこないため、忠常の兄弟たちは、やはり時政に口封じのためか、それとも謀反を疑われて殺されたか、と殺気だった。忠常の兄弟たちは、てっきり忠常は殺されたと考え、報復に北条義時邸に矢を射った。そのため義時は新田一族が謀反を起こしたと考え、兄弟を討伐したという。ところが時政邸で忠常は酒の接待を受けて遅くなっただけだという。何も知らずに時政邸を出て帰ろうとした新田忠常だが、訳も分からずに突然に兵に囲まれ、謀反の罪で誅殺されたという。北条氏側に立った記録が多いため、どこまでが事実なのかが混沌とした話だが、純朴で忠実な新田忠常の最後としては、あまりにも哀れで悲惨な死に方であった。稀に見る策謀家の北条時政に、命令に対して忠実な点と並外れた腕力を買われたとき、新田忠常の運も尽きたと言うべきだろうか。